こんにちは。角川スキー総研の遠藤です。今日作るのは、これ、MSX パソコン。それと、ジョイスティックなんですけど、正確には、ソニーのヒットビットシリーズの HD-F1XD と、ASCII Stick 2 Turbo ですね。これを今日作っていきたいと思います。MSX はマイクロソフトと ASCII が提唱した家庭用のホームコンピューターの標準規格です。1983年に販売が始まりましたが、松下、ソニー、山陽、東芝、日立、ヤマハなど十数社からパソコンが発売されました。1980年代までパソコンって各メーカーのそれぞれの製品で互換性がなかった。互換性がないっていうのはそれぞれ別のアプリが必要だったんですよね。そういった状況の中でホームパソコンの共通規格と提案されたのが MSX です。8ビットの Z80 という CPU、表示デバイスの VDP とサウンドデバイスの PSG というのをチップ化したと。チップ化してそれを提供することで家電メーカーが作ってテレビコマーシャルとかもガンガンやったんですよね。松田聖子さんのヒットビットとかですね、思い出す人多いと思うんですけれども、他にも工藤由紀さんとか小泉京子さんとか、アイドルが主にですね登場してましたね。その頃のパソコンって大体10万円以上したんですよね。そこに5万円ぐらいの大体価格でパソコンが出てきたっていうのは実は画期的だったんですよね。日本以外も米国とかヨーロッパとか韓国とか南米とかですね、なんとアラビア語版もあったと言われてます。80年代の全般というと米国では Apple II とかがですね小学校にガンガン入っていって、進んでた国々ってあって、そういうところにはもうみんな小学校の時代でパソコン使ってたと。日本はね80年代には電子立国と言われてたんですけれども、その後のデジタルがやれなかった、これの影響ってちょっと大きいかなと。MSX はASCIIですけれども、ソフトバンクも実は同じ時期に8ビットのこういうホームパソコンを作る規格が実際は出なかったわけですけれどもあったと言われてます。HB-F1XD、これの特徴は何といっても 3.5 インチのフロッピーディスクがついていることです。当時はですね、5インチのフロッピーから 3.5 インチにようやく移り変わるタイミングだったんですよね。ソニー的にもこれはちょっと押し出したいというかポイントになる部分だったと思います。もう一つは ASCII Stick 2 Turbo というですね、パソコンでゲームとかね、ゲームだけじゃなくて、いろんな使い方をするわけですけれども、ASCII がジョイスティックを作ってたわけですね。当時は台湾でいろんなコンピューターの周辺機器とかパソコン自体が作り始められた頃でですね、実は ASCII Stick も台湾で仕事をしているチームがありました。初めて台湾に行って、いろんな電脳街とか行きたいじゃないですか。ASCIIスティックを作っている部隊にいろいろ情報を聞いて出かけたりしたんですよね。僕的にはその辺もちょっと懐かしいというものなんですけれども。ということでできました。実際にこの業界で仕事をしていると活躍した人たちってやっぱり小学校の時にファミコンじゃなくて MSX を買ってもらったという子が大きくなってそれで仕事をしている人って多いんですよね。MSX が発売された1980年頃っていうのは家の中の家電とかですね、AV 機器なんかをコンピューターで使うんじゃないかみたいな議論があったんですよね。実際僕仕事で CD ドライブの入った MSX の試作機なんかを見たことがありますけれども、要はそういう期待感もあったんですよね。ということで MSX パソコン、それからジョイスティックのね ASCII Stick 2 Turbo できました。そのものズバリそれぞれ使ってたっていう人もねいるんじゃないかと思います。ということで、来週もやります。見てください。